はい、皆さん、こんにちは。本日は、私が小さい頃から悩まされているアトピーについてお話ししていきたいと思います。過去に動画を上げたそちらのビデオをご覧になった方はご存知だと思うんですけれども、私は過去に壮絶な肌荒れの経験をしたことがあって、で、それをどうやってね、治したかっていうビデオはいくつか上げてきたんですけれども、実は、実はっていうかちょこちょこ動画でも話させてもらってたんですけれども、幼少期の時からアトピーは持っていてアレルギー体質で、小学校の時は牛乳とか一切飲めませんでした。卵もダメだったかな。でも基本的にダストとかダニとか、本当にメジャーなアレルギーを持ってました、小さい頃は。で、私、小学校2回ぐらい転校してたりするんですけれども、そのたんびにね、給食で出てくる牛乳が飲めない理由を聞かれるんですよね。私のほら、テーブルには牛乳が置かれなくて。で、いちいちね、説明しなくちゃいけなかったんですよ。なんで私が牛乳飲めないのか。で、なんで牛乳飲めないの？アトピーだからって言って、それで、一人の男の子がアトピーっていう単語を知らなくて、他の子もね、知らない子たくさんいたと思うんですけど、アトピーっていう単語知らなくて、何それってなって、で、アトピーっていうあだ名がついたんですよ。で、アトピーってあだ名がついたのは正直すっごく短期間で、で、アトピーっていう単語からなんかもじられて、アチョピーってなったんですよね。多分なんか言い間違いかな。誰かが言い間違えたのか知らないけど、アチョピーってなって、なんか響き可愛いね、みたいになって、こっちからしてみたら可愛いもクソもないよって話なんですけど、アトピーだからね、あだ名。そう。だから、アチョピーってなって、で、私そこまでね、何も言わなかったんですよね。多分そのあだ名について、そういう風に呼ばないでとか。傷ついてはいたと思うけど、そういう風に呼ばないでとはならなくて、で、ほとんどの人が、これね、いじめられてたっていうわけではないと思うんですよ。いじめられてはなかったなって思ってる。いじめではなかったんですよね。本当に子供の頃の悪気のない行為っていうか、正直ほとんどの人が、そのアチョピーっていうあだ名、アトピー、アレルギーから来てるっていうことを知らないと思います。そのあだ名の、元そう。だから正直ね、もう慣れたし、全くそのあだ名で傷つくってことはないんですけれども、当時はね、そんなに嬉しいことはなかったですよね。そうやって呼ばれて。うん。そのね、あだ名ではいじめられてませんでしたけど、中学校の時にはいじめられてましたね。芸能活動をしてたから。うん。なんか突然、いじめって突然始まるんですよね。いじめって突然始まって突然なくなる。そう。けど、やっぱりね、受けた側からしたら忘れられない記憶だし、今でもね、全然根に持ってます。芸能活動をしてるってなかなかね、受け入れてもらえないっていうか、単純に私、女優活動がしたかっただけなんですけれども、大して可愛くもないくせに、調子乗ってんじゃねえよ、みたいな感じですっごい言われてて、その別に可愛いって思ってるわけじゃないんだけどなって思ってたけど、当時、その全日本国民的美少女コンテストっていうのに応募して、で、そっから芸能活動が本格的に始まったんですよ。で、それも次戦。だからもうしょうがないよね。次戦しちゃってるから。いや、それは置いといてね。だからいじめの原因にはなんなかったですよ。幸いなことに。肌トラブルでいじめられたっていう記憶はなかったですね。そう。で、そんなこんなで、やっぱずっとアレルギーと付き合ってきて、なんでそのアレルギーが治ったか。確実に治ったわけではないんですよ。正直ね。今でも肌弱いですし、で、過去に上げたビデオすっごい肌荒れした時、あれは正直、アトピーだけじゃなかったと思います。もともとね、アレルギー体質っていうのもあって、で、すっごいストレスあったんですよ、その時。で、本当にね、ストレスの話はまた今度
すごいね、湿疹が出たんですよ。で、それを治すためにステロイドを大量に使って、で、それの副作用で顔が爆発したっていう感じです。はい。なので、またちょっとアレルギーとアトピーとはちょっと違うんですけれども、幼少の頃からね、アトピー体質は持っていて、今も正直、ここね、今ぷくってなってると思うんですけど、そう、そう、こうやってね、朝起きたら、あれなんだろうこれ、なんかちょっとぷくってなってんな、みたいな感じで、目は正直すごく腫れやすいですね。だから本当に、目元はね、繊細に扱っております、特に。はい。そして、なぜそのアトピーが本当に良くなったかっていうと、これは母のおかげです。食生活。本当にお母さん気をつけてくれてました。添加物をまずは一切取らない。一切っていう言い方したら、ちょっと語弊があるかもしれないですね。なんか調味料の中にね、ちょこっと入っちゃってたりとかもするだろうし、母がね、料理してくれてましたし、何を使ったか、何を注意してたかっていうのは正直子供ながらにして覚えてることは少ないんですけれども、とにかく添加物を取らないようにっていうことは言われてました。インスタントヌードルとか、ジャンクフード系、あとはお菓子、スナック食べれませんでしたね。あとジュースも絶対飲ませてもらえなかったし、小さい頃は、なんでって、なんか、何々ちゃんはお菓子食べてんのになんで私はお菓子食べれないのって思ってたけど、今はすっごい感謝。もちろんね、学校のアクティビティとかで、300円以内おやつ持ってっていいよとか言う時とかは、駄菓子屋さんとか行って、ちょっと体に悪そうなものって言ったら失礼なんですけど、そういうものを買ってね、ピクニックとかは行かせてもらってましたけど、本当にそういう時だけ、お家でポテトチップス食べるとかも一切なかったですね。チョコレートは、たまーに食べさせてくれてたかな。でも、小豆無添加のオーガニックの小豆を、乾燥小豆を買ってきて、で、蜂蜜とか、黒糖とか、そういうので煮て、で、それをおやつにしてくれてたりとかしました。で、あとはもう、朝ごはんは液体系、胃腸を休めるのも兼ねて、プロテインシェイクみたいな、まあね、その年で、それどうなのって感じなんだけど、プロテインシェイクではないんですよ。その栄養の取れた液体なんていうのなんか飲み物があったんですよ。で、その粉を入れてこうシェイクして飲む。で、ね、栄養の取れたシェイク、プラス、ロイヤルゼリーと、プロポリスとか、カルシウムとか、そういうサプリメントを朝にね、取ってましたね、朝食として。はいね、小学校からそんな食生活、今思えばね、贅沢させてもらってたなって思うんですけど、当時はね、もう本当に嫌だった。食パン食べさせてって思ってた。もう食パンになんかピーナッツバター塗って食べたいって思ってましたね。だけどそんな食生活は許されず、で、マクドナルドとかもお父さんが食べてる、ほんと一口だけもらえるとか、もう本当にそういう感じでした。なので、食生活かなり大事だと思います。時間はかかるとは思うんですけれどもね。時間はかかるし、もう即効性は見えないし、ね、体質も人それぞれだから、どういう食生活がその人に合ってるかは難しいと思うんですけれども、やっぱりね、胃腸ってすごく肌とつながってると思っていて、私すっごい胃腸弱くって4回ほど入院したことがあるんですけれども、その胃腸に関しての話もね、もうすでにビデオがね、長くなってるから、また今度お話しさせていただきたいと思います。はい。とにかくうちの母が気をつけてくれた食生活のおかげで、今は、本当にね、そこまで、悩まなくていい肌になりました。今はもう大人だし、私自身結婚してるので、私がね、料理をする、私が料理をする側なので、やっぱり、なんだろう、
小さい頃からそういう食生活をしてたので、そういう食事が好きなんですよ。もちろんね、たまにはハンバーガーも食べるし、ピザも食べるし、私今、北アメリカに住んでるんで、そんな食事ばっかりではないけど、やっぱりそういうものが手軽に入るし、旦那さんが大好きなんですよね、ハンバーガーとか。だからもちろんそういう食事は今では全然とります。まあ気をつけてはいるけどね。でも食の好みっていうのはやっぱりそういう質素なものが好きになったので、うちの母にはかなり感謝しております。最後までご視聴ありがとうございました。本日はね、私の幼少期について特に参考にならなかったかもしれなかったんですけれども、お話しさせていただきました。皆さん本当に健康には気をつけて、また次回のビデオまでありがとうございました。バイバーイ。